南海トラフ巨大地震。30年以内の発生確率は 7-80% とされ、その時は刻一刻と迫っている。元日の能登半島地震や東日本大震災で街を一変させた津波。黒い波がね、ずーっと商店街に入ってきたの。黒い津波っていうのは危険性があると思います。黒い津波は関西でも発生する恐れが。その脅威と正体を撃墜した。取材班が向かったのは宮城県気仙沼市。沿岸部の県の最北端に位置し、東日本大震災では最大で20メートルを超える津波が押し寄せた。今日も始まります。菅原文子さん、市内で酒店を営んでいる。なんか気配がして、2階の茶の間から商店街を見たときに、商店街にスーッと黒い波が来たのよ。地面を這うようなスーッと、本当にスーッと来たの。これは当時菅原さんが住んでいた近くの食品加工工場で撮影された映像だ。辺り一面を覆うように広がる黒く激しい水の流れ。菅原さんは当時店の屋上に避難し、津波から逃れることができたのだが、当時の店は変わり果てた姿に。どうぞお気をつけてお持ちください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。さらに最愛の夫はあの日、菅原さんが差し伸べた手をすり抜け、目の前で津波に流されて亡くなった。私が主人と手を取った時に、本来のただの水の波であったら大丈夫、しっかり手つないでご主人も助かったかもしれないって言われて、でその黒い津波のがゆえにものすごい勢い、破壊力があったし、早かったから主人が流されたと言って。漁業が盛んな港町を襲ったのは黒い津波だった。あれから10年以上が経った今、意外な形で私たちはその姿を目にした。失礼します。上田勝郎さん、今も津波を保管していた。これがその当時に採取した津波の現物です。4リットルのペットボトルに入れられたこの黒い液体こそ、あの日町を襲った黒い津波そのもの。水と黒い沈殿物からできている。この辺、ちょうどこの辺でしたね。今多少様変わりにはなってますが、でその建物の向こうはもうすぐ海なので、これは地震が起きた当日の気仙沼市内の映像だ。一夜明け、上田さんは海沿いに向かう途中、偶然漁業用の青い大型コンテナの中に水が張っているのを見つけたという。で中を覗いたら水が入ってたと。でそこの方がですね、真っ黒く、ちょっと気になったんで、その辺に落ちてる石ころを
中に入れたんですよ。そしたらばその泥がですね、煙というか、細かい粒子なんでしょうけど湧き上がってくるようなイメージがあって、でそれをかき混ぜて、このペットボトルに採取したですよね。偶然が重なり採取された黒い津波。被災地において黒い水が津波かただの泥水かを見分けることは難しいが、上田さんが採取したものは津波の可能性が極めて高く珍しいという。取材班は津波の威力を体験することができる中央大学を訪ねた。わあ、こちらすごいですね。そうですね、これがその津波のを疑似的に体験できるような施設になっています。幅1メートルの大きな水槽。実際に180センチ90キロある大柄な男性記者が入って疑似津波を体験してみた。3、2、1。津波の高さは膝下わずか30センチほど。それでも水の力は4、50キロほどになり、女性や小柄な男性ではこの高さでも流されてしまいそうだ。津波が来ると分かった状態で、目の前から来ると分かった状態で何かに捕まってたら、ギリギリ立っていられるかなというぐらいでした。実際には多分身構えずに来た場合には多分流されてたのかなと思います。次に高さを膝上60センチ程度に上げて実験してみる。3、2、1。あまりの津波の威力に今度は簡単に水の中に飲み込まれた。わずか60センチと思うかもしれないが、津波の前では人間は無力。さらに注目したいのは水だけでこれほどの威力があるということだ。水が見えた瞬間にはもう水の中にいましたね。すごい。先ほどとはもう力が、水の勢い、力がもう桁違いで、先ほどは踏ん張っていたら耐えることできたんですけれども、もう何か物につかまるとかそういう次元じゃなくてですね、もう目の前に津波が水が見えて、でもう気づいたらもう水の中で非常に怖いなと率直に思いました。高さが倍になるとその体感としては全然違ったんですけど、どのぐらい違うものなんですか？力としてはだいたい4倍ぐらい、最初にやっていただいたやつよりは4倍ぐらいになっていて、多分計算上は100キロから200キロぐらいの力が一瞬でかかっていると思います。紐がつながってたので、これに捕まって流されなかったけど、実際にはもうずっと流されていくってことですかね。津波の場合は周期が長い、いわゆる波の長さが非常に長いですから、あれが5分も10分も続くことがあるだろうというふうに考えますので、そういった意味では少しでも流されてしまうと、あとはどこまで流されるかわからないというような状態になると思います。有川教授は上田さんが採取した黒い津波の提供を受け、成分や特性を調べている研究者の一人だ。黒いなというのは驚いたのと、実際に見てこんなに粒径が細かいものが入っているのかというのは驚きましたね。実際に測ってみると砂粒みたいなものも結構混じっていて、それには意外と驚きました。黒い津波の成分を再現し、構造物にぶつかった時の水との違いを比べてみた。水の場合は滑らかに進み、壁にぶつかる時の角度は小さいことがわかる。一方、黒い津波がぶつかる時には
波の角度が大きくなっている。このように壁面が立ってくると、この水面が立ってくるとですね、これは一瞬でポンと当たってしまうので衝撃力が大きくなるというようなことの、一つの現象ですね。家が流されています。少なくとも水より 10% ほど重い黒い津波は建物を浮かせる力も大きくなる。2メートルもあれば木造家屋は簡単に浮いて流され、次々に瓦礫を巻き込む。こうして破壊力が増していくのだ。そうですね、港だとかっていうところではどうしても泥が溜まりやすいですから、そういうような泥が溜まりやすいところではああいうような現象というのは起こりやすいと思いますね。はい。では黒い津波は一体どうやって発生したのか。検証している関西大学の高橋智之教授は、この狭いところが一番、削り取られるんですけれども、海底がさらに10メートルぐらい下がっています。そのぐらい多くの量を、削り取っている。この色が海底から巻き上げられた土砂の量を表しています。ですのでこれだけたくさんの土砂を巻き上げた、黒い津波が町を襲っていくという様子ですね。関西にもさまざまな地形のところがありますので、リアス式海岸に近いような入り組んだところがありますので、そういったところでは大きな流れが発生すると思います。黒い津波っていうのは危険性があると思います。実は黒い津波が発生するリスクが極めて高いと指摘されているのが大阪湾だ。どういうことなのか、我々は許可を得て実際に潜って確かめることにした。海の中には魚や海藻、クラゲの姿もあった。ごく普通の光景が広がるのだが、水深5メートルです。海の濁りがあり、視界はよくありません。海底の泥をすくってみると、下から粘土質の黒い泥のようなものが現れます。非常に粘度が高いです。ドロッとした触り心地がします。海藻などの下には少なくとも40センチほどの泥の層が存在していた。大阪湾は海水の動きが少ない場所が多く、川から運ばれた土砂などがたまりやすいという。大阪は海や川の近くに都市化した町が広がる。黒い津波が発生した場合、その被害は計り知れない。津波が来ると分かったら、まずお客さんをまずね誘導して、もう我が家はとにかく一目散でこの山に登ろうということになってます。早く逃げなかったというあの日の後悔が今も頭から離れることはない。もし私自身がその津波の威力っていうものを分かってたらね、あんなことはしない。もう一目散に逃げますよ。じいちゃんもばあちゃんも失わなかったし、主人も多分助かってたと思う。私たちはまだ13年ですから、生々しくまざまざとあの日の記憶があるのでね、それはやっぱりね、災害に遭うってことはこういうことなんですよっていうことをね、私たちも伝えなきゃいけないし、今現実に起きて本当に苦しい悲しい思いをしている能登の皆さんのねから目をそらさずに、自分たちが津波とか大きな地震に襲われたらどうなるのかっていうのを学べることがいっぱいあると思うのでね、本当に学んでほしいと思います。
いつどこで起こるかわからない巨大地震。津波の前では1分1秒、ほんのわずかな差が人の生死を分けるという厳しい現実を改めて肝に銘じる必要がある。超えた。うわ、超えた。津波来てるわー。上上がれ。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。